袴田レイと言います。日本で生まれて、静岡ですね。静岡っていう富士山があるところで生まれて育って、普通に高校に行って、大学でイスラムの勉強をしました。そうですね。今はトルコにいて大学院に通っています。テレビで、イスラムのことを知りました。っていうのも、私が子どもの頃というか、何歳だったか忘れましたけど、ISIS がすごい、活動していた時期だったんですよね。で、ちょっと誤解を与えるかもしれないんですけど、テレビで ISIS を見て、この人たちなんてこんな残酷なことをしてるんだろうと、この人たちが信じてるもの何なんだろうと、テレビですごいこうイスラムが悪い宗教みたいに扱われてたんですよね。で本当にそんな悪い宗教なのかなっていうところが、私のその好奇心の始まりでしたね。イスラムに興味を持ち始めてから、大学を、イスラムを勉強できるところにしようと、それで大学に入ったんですね。で大学で、イスラムについて勉強して、クルアンとか読んでっていう感じで、それで学んだという形です。でも実際にはその後大学3年生でイランに行って、イランで、そのイスラムの環境というかそういうものを知ったという感じです。大学に入ってしばらくイスラムの勉強をしていて、この宗教私が信じることができる宗教だなっていうのを感じていたんですね。でも友達が、イスラムはちょっと1日5回とか礼拝 しなきゃいけないし、すごい大変な宗教だと、豚肉も食べちゃいけないし、だからやめておけってずっと止められてたんですよね。でも、大学3年生になって、イランに行って、で、私を止める人は誰もいなかったので、イランで改宗しました。21歳かな、21歳ですね。両親は、親は何も言わなかったですね。私の、決めたことだから、親は本当に何も言わなかったですね。友達も、特に何か言ってくることはありませんでした。ムスリムになる前はとても厳しい宗教だっていうイメージはありました。さっきも言ったんですけど、お酒飲めないとか豚肉食べられないとか、そういうルールにちゃんと従っている人たちっていうちょっと厳しい印象がありましたね。ムスリムになる前は本当にその自分が一人でいるような感覚だったんですね。本当に孤独だったっていう感じです。その友達も少なかったし、親にもあんまり頼れなかったっていう状況で、本当に頼ることができる絶対者、唯一のものみたいなものをずっと探してたんですよね。でそれがちょっと足りてなくて、ムスリムになってから信じることができる神を得ることができて、本当にそこが埋められたという形です。ムスリムになる前は本当に孤独でしたね。さっきも言った通り、他人との関係性っていうものが本当に希薄だったなっていうのを感じています。イスラムではその他人との関係性っていうのはとても重要視されていますね。もちろん神との関係性っていうのも大事ですけど、その2つの軸っていうのが大事になっているから、私もそのムスリムになってからはそれを大事にしようっていうのは心がけています。だから例えばその親との関係だとか、おばあちゃんおじいちゃんとの関係性だとか、そういったものを大事にしていこうっていうふうに、いい影響がかなりありましたね。例えばキリスト教だったり仏教だったりって、すごい複雑だなって思ってるんですよね。私はその教義を理解するのに、例えば三位一体だとか、そういったものから理解しなければいけない、その信じるために勉強が必要になるんですよね。ただそのイスラムの場合っていうのは、その神がいて自分がいる、でその社会があるっていう、かなりそのシンプルな構造で、この構造が美しいなって思ったんですよね。そこが一番好きな部分かもしれないです。
預言者の人間であるところが強調されている部分に、影響されたというかいいなと思っていました。っていうのも、もちろんそのイスラムの文化の中で、預言者を非常にその重要視するっていうのはそういう文化ありますけど、あくまでもその人間っていう部分に非常に惹かれました。で彼の奇跡っていうのはそのクルアンを大衆にその伝えたという部分ですよね。そこが強調されていて、これが私の一番気に入った部分というか預言者の一番気に入った部分ですね。かなり恋愛をしていた人間で、ムスリムになる前に恋人がいたんですよね。で恋人がいない状態が考えられないっていう感じだったんですよ。なのでムスリムになってから恋人だとか結婚だとかそういった問題が常につきまとっていましたね。いろいろ考える前にまずはなってみるのがいいと思います。なってみていろいろ勉強して、なってから勉強するのがいいかなって私は思いました。私は日本の大学で、イスラムについて勉強したんですけど、やっぱり、トルコの、イラヒヤというかそのイスラムについて勉強する学部だとかと比べるともう全く、足りていないという状態というか、そのムスリムの目線ではなくて、あくまでもその外から見た時のイスラムを扱っているっていう、学部だったので、ちょっとそのなんだろう、イスラムの私はその中というか中から見たかったんですよ。でそういうのが全然そのなかったから、そういうのを勉強するために私は、トルコに来たという感じですね。私がムスリムになったっていうのを、ある友達に伝えた時に、なんでそんな女性が迫害されているというか女性の地位が低いような宗教に入ったのっていう、反応をもらったことがあったんですね。とても怒りが湧いてきたんですよね。いやどうしてそんなことを言うんだっていうふうに怒りが湧いてきて、で、実際そのトルコで2年ぐらい生活してますけど、そのムスリムであることっていうこととそのフェミニストであることっていうのが、両方その同じ人の中にその2つの考えが同時に存在できるんですよね。で私それが非常にいいなって思っていて、そのトルコのいいところだとは思ってるんですけど、そういうところは、そういう点でムスリムになったことを後悔していませんし、とても良かったいい選択をしたなと思っています。日本でイスラムについてテレビだとか何かで番組をやるってなると、外から見た状態っていうのを伝えるしかないんですよね。で、私はそのムスリムになって内側からイスラームについて学んで、もちろんイスラムを信仰して、でそうした目線から発信ができたらなっていうのは思ってるんですけど、例えばその日本で今問題になっているのがムスリムのお墓の問題ですよね。日本ではその人が亡くなった後にその死体っていうのを焼くんですよね、炎で、燃やすんですけど、ただそのイスラムの文化というかイスラムでは焼くんではなく土葬ですよね、埋めるんですけど、それが日本ではあまり受け入れられないと、一種の論争ですよね。論争になった時にじゃあその誰がイスラムのことを知ってるかっていうと誰もイスラムのことを知らないんですよね。で誰も知らない状態で、クルアンにはこう書いてあるだとか、ハディスでこう言ってるみたいなのを知らないのにそういうところから引用してこう話している、この状態をなんとか改善できたらなって、微力ですけど、思っています。